こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年2月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。キングダムカムデリバランス2、2月5日発売、定価7590円です。15世紀中世ヨーロッパの豊かなオープンワールドを舞台にしたストーリー重視のアクション RPG です。本作は1作目の正当な続編として作られていて、前作同様の主人公が数々の冒険を通して困難に満ちた人生を歩みながら、天使の卵から反逆者へと成長していく姿が描かれます。戦闘システムはスリリングなリアルタイムバトルとなっていて、鋼鉄のぶつかり合いと直感的な戦闘を体感することが可能。また没入感を抱いてもらうためにと、戦闘時の武器などは当時のものを忠実に再現しているとのことです。制作元によると、前作と比べて全てにおいて1段階上のレベルに押し上げられたと明かされており、世界の広さは前作の2倍の規模に及ぶとのことです。シドマイヤーズシビーライゼーション7、2月11日発売、定価8800円です。前作6から5年ぶりの最新作となりますね。プレイヤーの国家が発展する過程で下された数々の戦略的な判断がそれぞれの時代に継承され、唯一無二の文化と歴史が形作られていくストラテジーゲームです。本作では歴史に名を残した多くの伝説的指導者の中の一人となって国を統治し、自分だけの物語を紡いでいくことができます。最新作の7ではチュートリアルを改善し、ゲームシステムを洗練したことによってシリーズ初心者の方でも分かりやすく、また過去作をプレイした方にとっては大幅な改良によって遊びやすくなるようになっていて、指揮官の命令で軍隊を1ユニットとして動かせるようになったり、川を船で渡れる新システムを採用しているとのことです。また今作は他機種とのクロスプレイとクロスプログレッションに対応し、日本語音声で遊べることも決定しています。ファントムブレイカーバトルグラウンドアルティメット、2月13日発売、定価未定です。本作は2013年に Xbox 360でリリースされたファントムブレイカーバトルグラウンドをアンリアルエンジン5を用いてゼロから作り直したタイトルとなります。ジャンルは8ビット風のベルトスクロールアクションゲームとなっていて、デフォルメ調のキャラクターたちを操作してはちゃめちゃなアクションを楽しむことができます。ロボティクスノーツのフラウやシュタインズゲートのクリスが参戦しているのも見どころですよね。クリスを利用していると法王院京馬や鈴葉、ルカなど様々な下着キャラが攻撃モーションに出演するのもファンには嬉しい要素だと思います。下着は名作なので未プレイの方はぜひ。 Xbox 360版が広報互換に対応しているよ。また今作は協力プレイや最大8人での対戦を楽しむことも可能で、クロスプレイにも対応するので他機種のユーザーと一緒に遊ぶこともできます。ビジュアルの刷新以外にもゲームシステムの改善や新規機能を追加していて、まさしく集大成のような作品となっているとのことです。龍が如く8外伝パイレーツインハワイ、2月21日発売、定価6930円です。龍が如く8本編から半年後を描くこととなる完全新作です。本作では記憶喪失になった真島さんが海賊船の船長として戦う物語が描かれることとなります。冒険の舞台には8に登場したハワイ・ホノルルシティやネレ島に加え、新たに真島さんが漂着したビッチ島やハワイの海賊をはじめ裏社会勢力の巣窟となっているマットランティスが追加されており、ストーリーのボリュームは7外伝と比べて 1.3 から 1.5 倍ほどであると明かされています。また戦闘システムは7外伝や6以前の作品と同様のアクションバトル方式を採用していて、スピード感のある狂犬スタイルと多彩な海賊道具を駆使して戦うパイレーツスタイルを自在に組み合わせて戦うことができます。シリーズおなじみのプレイスポットには7に登場した試験という形で様々な設問を解いていくライセンススクールにレースゲームのドラゴンカート、それに8からはクレイジーデリバリーがステージを一新して登場します。さらに大型のプレイスポットとしてマサルズラブジャーニーが新たに追加。
こちらはロバートの秋山さんが演じる藤田勝をメインに港区系女子たちと交流を深めていくという実写を用いたコンテンツとなっており、かなり気合を入れて制作されていることが明らかになっています。モンスターハンターワイルズ2月28日発売、定価9900円です。モンハンシリーズの最新作がいよいよ発売となりますね。本作では未踏の土地の調査を任された調査隊の一員としてハンティングを行っていくこととなります。ワイルズではフィールド上の全てのモンスターが意志を持って行動することを特徴としていて、フィールドの自然環境がリアルタイムに変化することで、これまでよりもさらに進化した圧倒的な没入感を表現しています。また、拠点となる村からフィールドへはロードなしでシームレスに移動することが可能となっていて、高低差に富んだ広大なマップが広がっており、高い機動力を持ち、目的地まで自動で連れて行ってくれる常用動物セクレトを利用することが可能。セクレトは2つ目の武器を格納する武器カバンを備えていて、狩猟中にも武器の切り替えを行うこともできます。武器種は過去作同様の14種が用意されていて、それぞれ新規アクションやコンボも増えています。また、クロスプレイにも対応していて、他機種のフレンドと一緒に遊ぶことも可能となっています。さらに今作では、モンハンワールドおよびアイスボーンを一定以上進めたセーブデータがあると、特典としてワイルズで使用できるお供装備を受け取ることもできます。こちらの特典を Xbox 版で受け取るには、Xbox 版のワールドおよびアイスボーンのデータが必要となるためご注意ください。なお、Xbox シリーズ X では解像度優先モードとフレームレート優先モードの2種類が用意され、プレイヤー側で自由に選択することが可能。パフォーマンス目標値としては、解像度優先モードでは 30fps、フレームレート優先モードでは 60fps に対応する形に。そして Xbox シリーズ S ではモードの選択はなく 30fps での動作となり、いずれも一部負荷の大きい場面では低下する場合もあると公表されています。ここからは発売日初日からゲームパスに対応することが決定しているタイトルをご紹介します。アバウド2月18日発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ファーストタイトルですね。グラウンデッドやアウターワールドなどを手掛けたオブシディアンが開発を手掛ける剣と魔法をテーマにした壮大なファンタジー RPG です。オブシディアンといえば発売日時点では日本語未対応、発売後のアップデートで日本語に対応するタイトルも存在しますが、今回のアバウトでは発売時点から日本語字幕で遊べることが発表されています。本作は一人称でも三人称でもどちらでもプレイヤーのお好みの視点でプレイすることができるように作られています。なお、今作の DLC となるアバウトプレミアムアップグレードが定価3400円で販売中。ゲームパス加入者であれば 10% 引きで購入可能となっていて、こちらには最長5日間の早期アクセスとプレミアムスキンパック、それにデジタルアートブックとサウンドトラックを収録します。ゲームパスアルティメット加入者の方はゲーム本編を購入しなくても、こちらの DLC のみを購入すれば5日間先行してプレイすることが可能です。ということで今回は2025年2月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。